移住前は数ヶ月に1回のペースで山に行ったりベランダにハンモックをかけたりと自然を欲していたのですが、いざ移住してみると山登りは最初だけでテントを出したのも数年ぶりです。自然の真っただ中にいるからか、もうそれだけで満足しているのだと思います。ちなみにキャンプ場で数年アルバイトをしましたが、ファミリー向けのオートキャンプ場だったためか、この手のテントは見たことがありませんでした。働き出して最初の数年はホルマンのテントが席巻していましたが、最後の数年はスノーピークが一気に台頭しました。初心者が何かを始めるとき、必ずと言っていいほどインターネットで情報を得ようとする時代です。検索結果の上位3位くらいの情報が一気に拡散され、一瞬にしてスタンダード化するのだから、インフルエンサーを利用しない手はないのだと思います。そして目につかない情報はこの世にないのと変わらなくなってしまいました。こんな時代だからこそ、できるだけ誰かの真似にならないようにやっていきたいところですが、それは再生数を伸ばしたい YouTuber にとっては致命的な思考なのかもしれません。熱っ。冒頭の星空を見ていただけましたでしょうか。最近カメラとレンズを買い替えたので、また天体写真に挑戦していたのですが、そんなタイミングでですね、新しい望遠鏡を試してみないかとお話をいただいたので使ってみることにしました。しかしこれがね、本当に大変でした。この時はワクワクしていて、どうせ星空を観察するならと新月を待っていたのですが、これが失敗だったようです。おそらく光量が足りないためか、もしくは僕の技量不足かもしれませんが、とにかく星を捉えることができず、この日の夜は何時間もこの望遠鏡と格闘することになりました。このままではまずいと思い、せめて月くらいは撮りたいと、今見ているこの動画の編集中に考えています。最近は天候が悪いので撮れなかったら申し訳ありません。また違う動画で挑戦したいと思います。今日はメイの21、ここか。メイの21、何時頃10時ぐらいだとしたら、メイの21、ここか。で、これが見えてるよと。何の星見ましょうかね。オリオン座とか。とりあえずこれ見て、スピカがあります。バルゴ、スピカ。あと何が見たいかな。キャンサーとか、レオとか。これはあとオリオン座ね。ここら辺見ましょうかね。今日は多分月がないんで、新月なんで、星が綺麗に出たらいいですね。ここで、カチャ、赤いレーザーが出るので、それでですね、だいたい当たりをつけて、見たいところにこのレーザーを合わせる感じですね。で、あったら、ここ、ロック。ここと、あと、今パンとチルト方向のロックをします。で、だいたいこれで合わせたら、あとはですね、これで、ピントを合わせるんですね。と、前にですね、まず iPad で見なくちゃいけないので、iPhone でもいいんですけど、頭の蓋を取るの忘れてました。はい。事前にね、アプリを落としといてあります。この、まずペアリングですね。これをね、回していってあげて、
今昼間なんで、目の前にある赤松に合わせてあります。あ、来ましたね。だんだん来た。映ってるかな。だんだん、あ、来ましたね。写真。夜を待って星空を観察してみました。ご覧の通り真っ暗だったので、後ほど補正をしてみました。一応動画も撮りましたが、当然ながら真っ暗です。こちらも明るくしてみましたが、全然ダメですね。月がすごい速さで動いていることがわかります。雲の中に飲まれてしまいました。画面のど真ん中に来たら写真を撮りたいと思います。今回もご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしくお願いします。